気をつけ礼。はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎でアす。シスタントのやすくんです。よろしくお願いしお願いしま。ますす。はい、ということで今回はですね、初心者でも描きやすい動きのあるポーズの描き方。ははい、ということで、いろいろな人からね、動きのあるポーズや、そういう描き方を教えてくださいというようなね、話を今までたくさんもらってたので、今回はね、初心者の方でも、まあ、比較的すぐできそうなポーズの描き方をお伝えしたいと思います。早速ですけど、S 君に動きのある絵を描いてもらいました。今回はちょっとマジでやばかったわ。無理だわ。無理や。これは何をしてる絵ですか？これは、ちゃんと分かりやすいように、走ってるような感じのイメージを出してみました。ってことは走ってる絵ってことですね。イエス。0点かな0点ですね。でも、まあ、とにかく難しいんですよ。ポーズのある、動きのある絵っていうのは、初心者の人にはめちゃくちゃ難しいんです。はいはい。で、じゃあ、動きのない絵を描けばいいのかと思って、皆さんその直立不動なね、ただ突っ立ってる、ピンと立ってるだけの絵を描くと思うんですけども、それはそれでまた難しいんですよ、実は。はいはい、やっぱ多少はね、無理してでもね、絵を動かした方がいいと思うので、そういうね、初心者の人でもやりやすいようなポージングをね、お伝えしたいと思います。はい。で、一回エスコの絵には走り去ってもらいましょう。っていうかもう消えてくれ。もう見せなくていい。で、じゃあ初心者の人が描きやすい動きのあるポーズの絵って何だろうっていうことなんですけども、例えばよくあるのが、ちょっと即席でね、描いちゃったから変なところもあるんですけど、こういうこっちにね、手をこう突き出してる絵。これは多分初心者の人とかにはいきなり描けって言ってもめちゃくちゃ難しいと思います。絶対描けんわ。だいたい、まずね、体の描き方っていう動画を以前出してるので、まず基本の体の描き方がそもそも全くわからないっていう方は、先にそちらの動画もね、見ていただけたらいいなと思うんですけども、体を描くときに、例えばこう腕の肘と手の間はね、1対1とかそういう話をね、したりしたと思うんですけども、その話でいくと、本来この人をね、初心者の人が多分描くと、こういう形なんだよね。これなら多分、わかるように、ここが1対1だから、でも、こうね、自分の脳内でも1対1だしってわかると思うんだけど、そう言われてたのに手を突き出した瞬間、1対1なんだけど、こういう風になってくると、途端みんな、あの話はどこに行ったんやってなるでしょ。なので、これはなんでかって、遠近なんだよね。近いもの、遠いものっていうのの描き方を理解しないと難しいから、こういう系のイラストは私はすごく難しいなというふうに思うので、まず動きを出すって方を優先にするんだったら、こういう遠近がきつい絵ではなくて、あんまり遠近を出さなくていいから動いてるように見える絵っていうのを描くことから私はやっていった方がいいんじゃないかなと思います。なるほど。だから、こう手をこっちに差し伸べてるとか、足がめっちゃこっちにキックして出てるとか、あまりそういう絵よりから始めるよりかは、こういうタイプポーズから始めてみたらどうだろうっていうのは今日ね、提案してみたいと思います。もちろんこれが描けるに越したことはないので、ゆくゆくはね、こういう遠近がきつい絵とかを描けるようになればいいなとはもちろん思うんですけどね。初心者の皆さんに、今日は分かりやすく説明したいので、こういうのは一旦置いときます。はい。で、まず一つ目、初心者の皆さんにおすすめしたい動きある絵なんですけども、ジャンプしてる絵です。結構難しそうなんだけど。っていうと、そうなんですけども、ジャンプしてる絵は何がいいかっていうと、まずジャンプしてるっていう段階でもう、無重力っていうかわかるかな、こう一瞬ふわっと宙に浮いた状態になるので、こう、気にしなくてよくなるんですよね。なんていうの、動きがもうその重力に対しての動きを気にしなくてよくなるから、とってもその、ふわっとね、自分の思うように結構自由自在に動きをつけれたりとかします。
はい、ということで、初心者の人でも割と簡単な、まずジャンプでね、なんとなく当たりの絵を描いてみました。はい。これは大きく元気にジャンプしてる子。うん。で、これは逆に、こう、ちょっとあんまり元気じゃなく、ふわっとジャンプしてる子のイメージです。でも、まあ、意識してもらうのは、ジャンプの時に意識してもらうのは、まあ、体をちょっとこう、反ること。うん。うん。あとは、足がやっぱ地面から離れてるから、地面についてない感じで足を上げてあげること。うん。まあ、これも、こう飛んではいるということで、足先が地面についてないという感じでね、こうやっぱ足の先がぺったりこう地面にこういう風についてないようにね、こういう風に浮いてる感じで描いてます。これをね、意識してあげれば、まあ、ジャンプしてるように、あとはふわっとさせておけば、ジャンプしてるように見えると思います。なので、これは比較的こう遠近もある絵じゃないから、1対1とか1対1みたいので描きやすいと思います。で、これを元にちょっと絵描いてみました。おー。じゃじゃじゃーん、たんって感じです。すげえ。このポージングでね、シンディちゃんがジャンプしてる。で、このポージングでね、まあ S 君がね、飛んでるって。で、まあポイントとしては、髪の毛長い子を描けば、なおさら髪をふわっとさせれば浮いてるように見えるし、こういうスカートとか、こういうね、男の子の場合はあんまりふわっとさせる要素がないから、まあ髪の毛やネクタイとかね、そういうものをつけてあげると、ジャンプしてるようにね、ふわっと浮かせてあげると、ジャンプしてるように見えます。多分これだけで動きのある絵にはなってるかなと。ね、普段ただ立ってる絵よりは。確かに。と思うので、ぜひぜひ皆さんも、まずこのジャンプしてる絵ね、あんまり足の設置とかで重心考えなくていいので、まあ浮いてるという理由だったらね、どんな変なポーズでも浮いてるからだよって一言で済ませられる可能性あるので、ぜひぜひ皆さんね、書いてみてください。次におすすめパターンいきたいと思います。次は、やっぱりそれでもジャンプとか動きは難しいという人に対して、やっぱ立ってる絵がいいという方に対しての立ち絵です。ただ、いつもの立ち絵を応用して動きのある立ち絵にしようという感じで、おすすめポーズっていうか、まあ、イメージをね、お伝えしたいと思います。はい、ということで、これはいつもの立ち絵をちょっと応用した感じの決め立ち絵みたいなのを描いてみました。要はまず、いつものただ棒立ちをね、ちょっとポージングつけてキメにするという感じなんですけども、例えば、ただ突っ立ってた時の手を腰元にね、手をこうやって置いてみるとか、足をね、こう開かせてみるとかね、特に女の子が開いてたりするとね、いいかなと思うんですけど、あと逆にクロスさせてみる。こういう風にね、クロスをさせてみるとか、まあ、こっちは開いてみるね。あとは手元にね、口元にこうやって手を置いてみる。ポッケに手を入れてみるとかいう。で、この子もひねらせてみる。こういう風にね。割と体をひねらすっていうのは大事なのかなと思うので、立ち絵の時はぜひ体をちょっとひねらせてみたりしてください。ここではあんまなかったけど、こう、まあ、顔もこっちにひねってたりとかね、こう首をこっちにかしげてるとかもいいかなというふうに思います。まあ、立ち絵の時はどうしても重心がおかしくならないようにイメージはしなきゃいけないから、そこだけちょっと難しいかなと思うんですけども、でもこういうふうに動きをね、簡単につけてあげるだけでも、ポージングがちょっといいかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、またこれを参考にね、絵描いてみました。今日はすごい描いてますね。じゃーんという感じで、描いてみました。またさっきと同じでですね、立ち絵でもやっぱりなびかせた方が、風が吹かせた方が、動きのある絵に見えます。で、このポージングのイメージでシンディちゃんをね、描いてみました。やっぱりこう髪の毛をこうなびかせたりとか、この上の着てる服とかをね、なびかせたりとかしてます。で、こっちのポージングのイメージで S 君を描いてみました。
まあ、S 君あんまりなびかせるとかないんだけど、やっぱでもそれでもちょっとここの紐に動きをつけたり、こう耳とかをちょっとこっちにずらしてみたりとか、上着とかを少しふわっとさせてみたりとかね、して、ただ立ってるよりかは少し動きがあるような絵にしてます。まあ、やっぱり走ってる、ジャンプしてる、寝転んでるとかいろいろ動きはあるんですけども、やっぱそういうのが難しい。やっぱまず立ち絵からっていう人は、ぜひこういうちょっとした動きをつけるっていうところからね、始めてみてください。はーい。では最後に、恒例のいや、もういいから、もういいから。S 君の絵を見てみましょう。この絵の後にこれはあかんでしょ。走ってる。まあ最後にじゃあちょっと本当今回は走ってる絵も私はみんなには難しいと、初心者の人には難しいと思ったので、描きやすい例にはあげなかったんですけども、どうしたらもうちょっと良かったかだけ赤ペン入れてみたいと思います。まずですね、走ってるにしてはこれ腰を押さえてるように見えてしまいますね、手を。こっちの手は奥側できっとこういう風になってるから、これでいいんですけど、こっちの手はこうです。角度は逆です、S 君。ああ俺さ、書くときにさ、即興で書いてたんだけど、自分で手ですごいこう、やってたのよ。なるほど。こう手をこうやって。で、人間は走るときも歩くときも、両方の手が一緒の方に、両足両手が、同じ方の手が一緒に前には出ない。交互に出るから。こっちの手が今これ後ろに下がってるね、手前の方の手が。ってことは手前の方の足が前に出てなきゃいけないので、手前の方の足がこうです。こうですね。で、後ろの足がこういう角度をつけてあげたら走ってるように見えましたね。なんか全然やっぱ走ってるように見える。でも強いて言うのはもうちょっとお腹へこましてスリムにしてあげてほしかったかな。横から見た人はもうちょっとスリムかなと思います。ということでこういうやり方がありますけども、S 君は後頭部から耳が出なくなっただけでだいぶ進歩なので、そう出てないです。すごい進歩だと思います。はい。ということで、今回は、初心者でも描きやすい動きのあるポーズの描き方についてでした。はい、ありがとうございました。はい。まあ、動きのあれってすごい難しいんですけども、描けば描くほど上達するとは思いますし、まずはね、楽しくね、いい感じにそのキャラクターの魅力を出すね、動きをね、描いてみてあげてください。はい。性格なんかをね、理解した上でポージングつけるとなおさらいいかなと思います。はい。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と S 君でした。気をつけ、礼。ありがとうございました。